見る、見る。最も小さいものを見る。飛び去る電子を見る。だが、無を見ることはできない。見る。最も大きいものを見る。彼方の過剰星雲を見る。だが、無限を見ることはできない。けれど見る。人は見る。見ようとする。目に見えぬものすら。見る。野に一輪の花を見る。空に昇りゆくロケットを見る。同じ一つの光のもと。見る。見慣れた妻の顔に、殺された兵士の写真に、刻印された己を見る。という詩なんですけど、やっぱりなんか外のものを見ることと自分の内面を見るっていうことがどっかでつながってるんですね。すごくなんか距離があるように思うんだけれども、なんか人間っていうのはそういうふうに自分の中の距離っていうものをちゃんと脳の中でなんか自分なりに秩序づけてるって言えばいいのかな。そんな気がしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今嬉しいです。あります。やっぱり嫁は光の母の中で、語られてることと通じるものがあるなと思って見て聞いていました。その無っていうものを見ることはできないんだけど、そこには何もないわけじゃないっていうことでしょうか。その何とも言えない安心感のような、ここが全てじゃないっていうふうに何度も谷川さんはいろんな言葉で言っているような気がしました。これおいくつぐらいで書かれたんですか？自分の年齢よくわかんないんだけど今90だとするとおそらく30年以上前だと思うんですけどね。だから50代か60代の初めぐらいじゃないかな。1980年代じゃないかなと思うけど、でもあんまり当てにしないでください。いや、子供の頃からなんか多分同じような感じ方してると思うから、ちょっとなんかはっきりこれはいくつの時に書いたってなかなか言えないんですよね。自分にとってはなんかもうそう思ってたっていう感じがあって。だから小学校に入る前に団地に住んでいたんですけど、はい、うちの母親たちが耳をすます会っていうのをやっていて、でそれは谷川さんの本から取った名前なんですけど、その字が読めないまだ子供に声で読むっていう、なんかそういう絵本とか、だから私本当なんか自分で選ぶとかじゃなくって、それは両親がそれをしてくれたけど、なんか文字が読めるようになるより先にずっと音で聞いてて、カッパだったとか、そういうのも音で覚えて口で言って、なんか歩きながら取って散ってたとかやってたとか。で、後でそれが、こういう詩で、こういう本に載っているものだったんだとかはだんだんわかるんですけど、だからそういう文字も音だっていうことが先になんか体感としてあるから、それはとっても音楽をやるようになったりことにも影響していると思います。リズムからとかテンポの時もあるし、なんかある空間みたいな、私以上に荒上さんはそういうことをずっと多分やられてきた方ですけど、その何もない場所に何を置いていくか、音をその奥行きとか高い低いなんか音階とかリズムっていうのを自分でなんか
絵を描くみたいに置いていくことでこうある一つの空間ができてきて、なんかそこに自分がこう入れるっていう、その音ってなんかもう見えないからよくわかんないんですけど、その中にこう包まれるっていうことをなんかずっとやってるような感じですかね。だから言葉ってだけでも分けられないというか、なんかすごい不思議な感覚ですね。音の空間の中にこう飛び込む。そうそう。で、そこにはこう、なんか時間軸があるから、はい、あって一言言った後に、なんていう音が次に聞こえてくるかで、なんかこう見えてきたり受け取るものが違うっていう。なんかそれをこう空間ごとやろうとしてるのが音楽なのかなと思うんですけど。すごいイメージ湧きました。昔から音楽の方が偉いと思ってる人間なんですよ、言葉よりも。言葉はもう本当に意味にとらわれちゃってね、なんか本当になんていうのかな、まあもちろん言葉がなきゃ人間は生きていけないわけだけれども、なんか無限とか永遠とかっていうイメージを、あるいはそういうのを感じさせるのは言葉ではなくて音なんですよね。特にいい音楽を聴くと、やっぱりどんないい小説や詩を読むよりも、なんか自分が違う宇宙に行けるっていう感じがずっとしてるんですね。だから今その音楽について語ること自体、言葉はすごく下手っぴだと思うの。だからなんかね、うまく話せないっていうことが音楽の本質ですよね。すいません、全然話せないです。すいません、原上さんがそこに CD とレコードあるんですけど、その実は原上さんってそのドーム用にはあんまりこう立体音響とかこだわらなくて、もう自分は2ミックスの音源を作るから、もうあとはもう、そこにすごく自信があったっていうこともあると思うんですけど、こう何チャンネルとか立体音響にここに音配置してとかはこだわられなかったんですね。でこちらのテクニカルのスタッフに任せてくださったんですけど、その後こう音源化する時に小鉄徹さんっていうすごく有名な方にマスタリングをしていただいた機会があって、でその時にもう本当にもう見えない音と音でなんかこう小鉄さんと原上さんがすごいこうなんかこうつながってる感じ、ちょっと同席させていただいたんですけど、すごく印象に残っていて、でその時に原田さんの「闇は光の母」の朗読の言葉を実はなんかちょっとだけずらしてるんですよね。でこれ原田さんに怒られるかな、谷川さんに怒られるかなってすごい言っててせっかく一息でこう読まれたその間合いとかを実はちょっとなのでドームで聴けるのとこの音源に入ってるのはちょっと違うとこがあって、でなんかその時にすごいこれが原上さんの世界にっていうか作品になったなっていう思った記憶があります。でそれをすごく思い出しました今。はい、ではここで生前レイ原上さんが寄せてくれたメッセージを改めて見てみたいと思います。はい、こちらこれ当時のガイドブック、公式ガイドブックにレイ原上さんが寄せてくれたメッセージなんですが、今改めてご覧になって森田さんいかがですか？そうですね、原上さんってなんかすごくこう
よくふざけてるっていうか割と斜に構えたタイプの方で、原田さんとの対談の時とかも結構面白いことばっかり言ってで、我々をリラックスさせてくれてた方だったので、こういうすごくまっすぐな言葉を寄せてくださったっていうのが当時すごく嬉しくて励まされましたし、今もずっと励まされてるっていう感じです。はい、飛行機に乗った時の窓から見える、こう雲の上に上がった時の開放感っていうのがもう小さな時からすごい好きなんですけど、街がだんだん離れてって、自分がなんかちょっとどこでもないところにいるっていうで、時々光景を思い出すんですけど、このプラネタリウムに関わらせてもらえて、そして闇は光の母の詩を、読ませてもらったことで、もう一個外の視点ができた気がするというか、そのさらに向こう側をなんか時々ふって思い出すって言ったことはないんだけども、なんか少しこう具体的に近づけたような感覚があって、それを科学というのか何と呼ぶのかはわからないんですけど、自分のこう中にもう少しこう道ができた、遠くまで行ける。なのでなんかそれはきっとものを作っていく上でもそうだし、毎日生活している中でも影響というのか、ここの中にある感覚だろうなと思います。この間ライブで「闇は光の母」を初めて演奏されたんですよね。はい、拝見しました、配信で。闇は光の母をなんか今サウンドトラックだとプラネタリウムの演目の最後だと途中から原上さんの音が重なってくるんですけど、サウンドトラックだと本当に丸裸でもうなんかすごく恥ずかしいんですよ自分としては。だけどなんか、読んでみたいなというかふと思って、それでこのプラネタリウムの後に銀河っていう曲を清志郎さんと作らせてもらったんですけど、なんかそこにこうつながっている気がして、で銀河っていう曲の途中で本当に即興的にこの詩だけは持っていたので、なんかポンポンピアノ弾きながらやってみました。初めてやってみて、時々読ませてもらえたらなと思ってます。素晴らしかったです。今日本だけじゃなくて全世界的に言葉っていうものがもう有り余ってるっていう感じがするんですよね。何でもみんな言葉にする。特にそういう SNS みたいなショートメッセージみたいなものが世界中に氾濫してるでしょ。でなんかね、言葉の値打ちが下がってるって気がすごくするの。で詩ももちろんその影響を受けるので、今僕が目指しているのはできるだけ少ない言葉で詩を書くってことなんですね。それでその時に言葉の意味だけじゃなくて言葉の存在って言えばいいのかな。意味とはまた違うなんか言葉のあり方みたいなものを詩の形で書くっていうことを試みてるんだけど、いやなかなかそれはうまくいかないですよね。どうしても意味になんか流れていっちゃうんですね、言葉ってね。だからそういう意味で歌とかそういう肉説っていうのは活字になった言葉よりもはるかになんか広がりがあるっていうんで、僕も歌を歌えればよかったなと思ってるんですけど、なかなかそうはいかないんです。歌ってほしいです。時々息子のピアノで歌ってますけど。そうか、谷川健作さん。はい、原上さんの話を十分にできたかなっていうのを今、もう本当にそうですね、原上さんの音があって原上さんの音には原田さんだなと思って、で原田さんに読んでいただく、ナレーションとしてちょっと最後ナレーションの時に言い忘れちゃったんですけど、
まあ、こっちがこう書いてるものじゃなくてやっぱり収録のその場で原田さんが書き換えてくださった場所があって、それは4次元デジタル宇宙プロジェクトのこう宇宙のシミュレーションでこう新しくこう宇宙ができるっていうところで、そこをすごく客観的な視点でどうしても科学の解説とか科学コミュニケーション的にしがちだったんですけど、ほら宇宙ができてきたっていうふうに書き換えてくださったんです。覚えてらっしゃらないかも。ですごいですねって言ったら伊達に歌詞書いてないからみたいな。でさすがだなと思って、やっぱりこう歌って本当にもう歌詞を書く時に何かについてそのまま歌ってるわけではなくて、すごくこう抽象的な気持ちだったり出来事だったりなんていうんですかね、すごく普遍性がある形に変えてくださってるからこそ長く続くんだな、ポップミュージックとしても長く愛されるんだなと思って、その時にすごく感動しました。何を言おうと思ったんですか。多分自分のがあんまり意味がわからなかったそれが大事ですよね。こう分かってる側から書くよりは、分かってない人に向けても伝わるっていうところですかね。で原上さんのことを何か、原上さんのですね。原上さんのことはそうですね。ちょっと宣伝っぽいですけどでも今ユリイカっていう雑誌にこの間追悼号が出て、そして原田さんも書かれていましたし、いろんな方が書いて、で暗闇の霊についても書いてくださってる方が、新しい世代の方が書いてくださったりとかしていて、やっぱりそこでも何度でもリプレイしようっていうことをなんか編集者の方が書かれてて、で今回谷川さんも何度でも更新できるって書かれてて、それはすごく希望だなと思いました。一緒に仕事する仲間がね、次々消えていくんですよね、我々世代は。それがやっぱりなんか心もとないと言えばいいのか。せっかくああやって具体的にいろいろ仕事してたのにっていう気持ちがあって、僕は原上さんとはそんな親しくはなかったんだけど、やっぱりいなくなっちゃった人っていうのはその場にいてくれる人よりももっとなんか存在が濃くなる面があるんですよね。だからなんかそういう気持ちでちょっと一言言ってみたんですけどね。そうですね、久しぶりにこの暗闇の色のプラネタリウムを見れてやっぱり思ったのは、映画ではないので、こういう環境がないとこれを見ることができない。だからすごく限られた時間の中で今回上映時間日にちが増えたってことは、やっぱり一人でも多くの方にここに来てもらって見てもらえるのが一番、いろいろ拙い言葉をで語るよりもきっと伝わるのではないかと思うので、ぜひいらしてほしいと思います。いや、もうこういう機会があるってことだけで私は大満足なんですけども、プラネタリウムっていう空間は若い頃から好きでね、渋谷の東急会館にあるのを子供の頃からよく行ってたんで、なんかやっぱ普通の日常的な空間とは別の空間なんですよね。だからそれが言葉とか音楽と結びつくことでまたもっと広がっていくっていうのは、これからもそれは期待していいんじゃないかと思うんで、また我々世代よりももっと若い世代の人がね、言葉と音楽、あるいは言葉と音響でプラネタリウムをまた蘇らせてくれるのを期待してます。ありがとうございます。本日は、貴重なお話ありがとうございました。原田さん、谷川さん、森田さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。谷川さん、ありがとうございます。どうも。それではまず、オンラインの谷川さんがご講談となります。谷川さん、ありがとうございました。こちらこそ楽しかったです。相談しない。ここに行っちゃダメだよ。
闇がなければ光はなかった。闇は光の母。光がなければ目はなかった。目は光の子供。目に見えるものが隠している目に見えぬもの。人間は母の体内の闇から生まれ、ふるさとの闇へと帰っていく。束の間の光によって世界の限りない美しさを知り、心と体に潜む宇宙を目が休む夜に夢見る。いつ始まったのか、私たちは。誰が始めたのか、すべてを。その謎に迫ろうとして目は見えぬものを見る術を探る。ダークマター。目に見えず耳に聞こえず、しかもずっしりと伝わってくる重々しい気配のようなもの。そこから今もなお生まれ続けているものがある。闇は無ではない。闇は私たちを愛している。光をはらみ、光を育む闇のその愛を恐れてはならない。